はい、皆さんおはようございます。コラムチューブへようこそ。今朝もですね、クリエイティブにトレンディングトピックスを紐解いていく、そんなことをやっていきたいと思うんですけど、ちょっとね、ここも最近暑いじゃないですか。暑い。梅雨明け宣言もされましたということでですね、今これを撮ってるのは朝の6時19分なんですよ。もう外があまりにも暑いということで、カイナ、うちの犬ですねの散歩を早朝に切り替えて、この時間にコラムチューブを撮ってしまうという、そんなことを企んでおります。一発目のトライアルでございます。お付き合いください。はい、よろしくお願いします。ということで、今日のねお題は、はい、梅雨明け宣言、バリバリの梅雨明けが始まりました。6月27日、今週の月曜日ですね、梅雨が明けましたよという宣言があったんですけど、これがなんと例年よりですね3週間ほど早いそうなんですよ。そう、普通だと7月の中旬、後半かなぐらいに梅雨明け宣言されるんですけど、なんと今年は3週間早いということでですね、すでに今日もですねこの時間6時20分になってるんですけど、暑いたまったもんじゃない。皆さんこれ続くそうなんでご自愛ください。お気をつけください。熱中症にはくれぐれもご注意ください。ということで、僕もですねこの梅雨明け宣言される週末、ちょうど息子の、バレーボールの大会の応援に行ってきたんですけど、このバレーボールっていうのがですね、彼が行っている高校はちょっと特殊でして、ビーチバレーをやってます。ビーチバレーの大会は海でもちろんやるんですけど、いやこれがまた暑いのよ。暑くて死にそうだったのよ。久々のねコロナ明けで応援できて非常に楽しくて嬉しかったんだけど、でもビーチバレーをこの灼熱の、30度超えの、海でやるってなかなか大変だなって改めて思いましたよ。気候変動の話、梅雨明けのタイミングだけじゃなくて、梅雨そのものがすごい変わってきてると思うんですね。サーフィンなんかをしているとよくわかるんですけど、この気候変動具合というかですね、もうそもそも梅雨自体はとっくに終わってしまっている。梅雨というもの自体が、どっちかというと亜熱帯化してるっていうのがすごくわかりますね。90年代2000年代ぐらいの東南アジアのそれと同じで、スコールが突如降ってくる、そんな感じの、梅雨になったんではないかなと思ってます。だからレイニーシーズンと言っていいのかな、そんな感じがしておりますね。だから日本もそもそももう梅雨という呼び方自体を、やめる宣言してもいいんではないかなと思ったりします。はい、亜熱帯化宣言。そしてですね、そもそもじゃあ梅雨とは何か、梅雨という言葉はどこから来ているのかというとですね、実はこれ梅雨ですね。梅雨前線の梅雨が梅雨なんですけど、これは中国から来ている言葉です。中国から来てて、カビの雨というので、梅雨というカビがたくさん生える雨の時期ということで梅雨という言葉が中国から入ってきたんですけど、でもこれじゃあまりにもちょっと汚いというか字としてね強すぎるんで、なのでこの梅雨の時期に取れる梅、この梅を当てた梅の雨という書き方になったんですね。ちなみに梅雨という言葉については梅雨消しという言葉があって、これは梅雨に濡れて湿っぽいという、そこから来ています。それを、この言葉につけて梅雨という読み方にしたということだそうです。そこの語源から由来からするとですね、もうすでにそういった意味ではもう梅雨ではないわけですよね。カビが生えるより、カラッとしている、そして一気に雨が降って一気にカラッとなる、まさに亜熱帯という、そんな気がしています。そんなことから今日提唱したいのはですね、梅雨明け宣言からの亜熱帯化宣言、そんなことを思ったりします。そしてね、皆さんお気づきでしょうか。ちょっと、うちのアルバイトのなおちゃんがね言っていてハッとしたことがあるんですけど、実はこのめちゃめちゃ暑いこの時期、30度超えの真夏日なのにセミの声が聞こえないという、これまた不思議な現象が起きています。なんかちょっと違和感あるよね。はい。
という感じで、今日のコラムチューブは以上でございます。また次の動画でお会いしましょう。まだの方はぜひサブスクライブよろしくお願いします。